死後の恋。夢の旧作。1。はっ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 は。いや、失礼しました。さぞかしびっくりなすったでしょう。ああ、小じきかとお思いになった。はっはっはっは。いや、大笑いです。あなたは近頃、このウラジオの町で評判になっている風来坊の気違い紳士が私だということをちっともご存じなかったんですね。ああ、なるほど。それじゃ、そうお思いになるのも無理はありません。泥棒市に売れ残っていた旧式のボロ礼服を着ている男が、あなたのような立派な日本の軍人さんを、スウェッツランスカや、ウラジオの銀座通りの真ん中で捕まえて、こんなレストランへ引っ張り込んで、出し抜けに、私の運命を決めてください、などとお願いするんですからね。気違いだと思われても仕方がありませんね。はっはっはっは。しかし、私が小じきや気違いでないことはお分かりになるでしょう。ねえ、お分かりになるでしょう。酔っ払いでないことも。さよう。お笑いになると困りますが、私はこう見えても生え抜きのモスコー育ちで、旧ロシアの貴族の血を受けている人間なんです。そうして現在では、ロマノフ王家の末路に関する死後の恋という極めて不可思議な神秘作用に自分の運命を押さえつけられて、夜もおちおち眠られぬくらい悩まされ続けておりますので、実は、ただいまからそのお話を聞いていただいて、あなたのご判断を願おうと思っているんですが、無論、それは極めて真剣な、かつ、歴史的に重大なお話なんですが、ああ、ご承知くださる。ありがとう、ありがとう。本当に感謝します。ところで、ウォッカを一杯いかがですか？では、ウイスキーは？コニャックも。皆お嫌い。日本の兵士はなぜそんなにお酒を召し上がらないのでしょう。では、紅茶？コンフェートム？野菜？ああ、この店には自慢のソーセージがありますよ。召し上がりますか？原章。おいおい、べっぴんさん。ちょっと来てくれ。注文があるんだ。私は失礼してお酒をいただきます。いやー、まったく、こんな贅沢な真似ができるのも、日本軍がいて秩序を保ってくださるおかげです。部屋が小さいので、ペーチカがよく効きますね。さあ、帽子をお取りください。どうかごゆっくり願います。実を申しますと、私はつい1週間ばかり前に、あの日本軍の兵站部の門前であなたをお見かけした時から、ぜひとも一度ゆっくりとお話ししたいと思っておりましたのです。あなたがあの兵站部の門を出て、このスウェッツランスカヤへ買い物においでになる姿を拝見するたんびに、これはきっと日本でも身分のあるお方が軍人になっておられるんだな、と直感しましたのです。いやいや、決しておべっかを言うんではありません。のみならず、失礼とは思いましたが、その後だんだんと気をつけておりますと、あなたのロシア語が外国人とは思われぬくらいお上手なことと、ロシア人に対して特別にご親切なことが分かりましたので、しかもそれは、あなたが私たちの気持ちに対して、特別に深い、行き届いた理解力を持っておいでになるのに原因していることが、はっきりと私に頷かれましたので、ぜひともこの話を聞いていただくことに決心してしまったのです。いや、あなたより他にこのお話を理解して、私の運命を決定してくださる方はないと思い込んでしまったのです。さよう。ただ聞いてくださればいいんです。そうして私がこれからお話しする恐ろしい死後の恋というものが実際にあり得ることを認めてくださればよろしいのです。そうすればそのお礼として、失礼でございますが、私の全財産を捧げさせていただきたいと考えておるんです。それは大抵の貴族が目を回すくらいのお金に値するもので、私の命にも代えられぬ貴重品なのですが、このお話の真実性を認めて、私の運命を決定してくださるお礼のためには、決して多すぎるとは思いません。惜しいとも思いません。それほどに私を支配している死後の恋の運命は、崇高と深刻と奇怪とを極めているんです。少々前置きが長くなりますが、注文が参ります間、ご辛抱くださいませんか、原章。私がこの話をして聞かせた人は、かなりの多数に上っております。同胞のロシア人には無論のこと、チェックにも、ユダヤにも、
シナ人にも、米国人にも。けれども一人として信じてくれる者がいないのです。そればかりか、私があまり熱心になって、相手構わずにこの話をして聞かせるために、だんだんと評判が高くなってきました。しまいには戦争が生んだ一種の精神病患者と認められて、白軍の隊から追い出されてしまったのです。そこでいよいよ私は、このウラジオの名物男となってしまいました。この話をしようとすると、みんなゲラゲラ笑って逃げていくんです。たまに聞いてくれるものがあっても、人を馬鹿にするなと言って怒り出したり、ニヤニヤ冷笑しながら手を振って立ち去ったり、胸が悪くなったと言って、私の足元に唾を吐いていったり、それが私にとって死ぬほど悲しいんです。寂しくて情けなくてたまらないのです。ですから誰でもいい。この広い世界中にたった一人でいいから、現在私を支配している世にも不思議な死後の恋の話を肯定してくださるお方があったら、そうして私の運命を決定してくださるお方があったら、その方に私の全財産である死後の恋の形見をそっくりそのままお譲りして、自分はお酒を飲んで飲み死にしようと決心したんです。そうしてやっとのこと、あなたを見つけたのです。あなたこそ死後の恋に絡まる私の運命を決定してくださるお方に違いないと信じたのです。いや、お料理が来ました。あなたのご健康と幸福を祝させてください。日本の紳士にこのお話をするのはあなたが最初なんですからね。そうしておそらく最後と思いますから。2ところで一体、あなたはこの私を何歳ぐらいの人間とお思いになりますか？わからない？はっはっは。これでもまだ24なのですよ。名前はワーシカ・コルニコフと申します。さよう、コルニコフというのが本名です。モスコーの大学に入って心理学を専攻して、やっと一昨年出てきたばかりの小僧ですがね。40くらいには見えますでしょ。髪の毛や髭に白髪が混じっていますからね。はっはっはっは。しかし私は、今から3ヶ月前までは間違いなく20代に見えたんです。白髪などは一本もなくて、今とは正反対のむくむく太った黒い顔に、白軍の兵卒の服を着ていたんですから。ところが、それがたった一夜の間に、こんな年寄りになってしまったのです。詳しく申しますと、今年、大正7年の8月28日の午後9時から翌日の午前5時までの間のこと。距離で言えば、道すごい付近の原っぱの真ん中にある一つの森から南へわずか12ロリ、約3里のところにある日本軍の前哨まで、鉄道線路伝いによろめいてくる間のことです。その間に今申しました、不可思議な死後の恋の神秘力は、私を魂のどん底まで苦しめて、こんな年寄りにまで衰弱させてしまいました。どうです？このような事実をあなたは信じてくださいますか？嵐を、あり得ると思われる、とおっしゃるんですね。おっちえに、嵐を、ありがたい、ありがたい。ところで、最前もちょっと申しました通り、私はモスコー生まれの貴族の一人息子で、革命の時に両親を失いましてから後、このウラジオへ参りますまでは、わざと本名を隠しておったんですが、あまり威張れませんが、生まれつき乱暴なことが嫌いで、むしろ戦争などは身震いが出るほど好かなかったのです。しかし今申しましたペトログラードの革命で、家族や家産を一時に奪われて、極端な窮迫に陥ってしまいますと、不思議にも気が変わってまいりまして、どうでもなれ、というような自殺気分を取り混ぜた自暴自棄の考えから、一番嫌いな兵隊になったんですが、それから後、幸か不幸か、一度も戦争らしい戦争にぶつからないまま、あちらこちらと体積を変えておりますうちに、セミヨノフ将軍の配下について、赤軍の後を追いつつ、ご承知でもございましょうが、こっから300ロリばかり隔たったウスリという村へ移動してまいりましたのが、ちょうど今年の8月の初旬のことでした。そうしてそこで部隊の編成が変わった時に、このお話の主人公になっているリアトニフコフという兵卒が、私と同じ分隊に入ることになったんです。リアトニコフは私と同じモスコー生まれだと言っておりましたが、
気挙動作が思い切って無邪気で活発な一種のはしゃぎ屋と見えるうちに、どことなく気品が備わっているように思われる17、8歳の少年兵士で、真っ黒く日に焼けてはいましたけれども、確かに貴族の血を受けていることが、その清らかな目鼻立ちを見ただけでもわかるのでした。彼はこの村に来て、私と同じ分隊に編入されると間もなく、私と非常な仲良しになってしまって、兄弟同様に親切にし合うのでした。と言っても、決して忌まわしい関係などを結んだのではありませぬ。あんなことは銃声と人間性の矛盾を錯覚した一種の地方患者のすることです。で、そのリアトニコフと私とは、何ということなしに心を惹かれ合って、暇さえあれば、宗教や政治や芸術の話などをし合っているのでしたが、二人とも純な王朝文化の愛釈者であることがおいおいと分かってきましたので、涙が出るほど話がよく合いました。殺風景な軍人の間に、これほどの話し相手を見つけた私の喜びと感激。それはおそらく、リアトニコフも同様であったろうと思われますが、その楽しみがどんなに深かったかは、あなたのお察しに任せます。けれども、そうした私たちの楽しみはあまり長く続きませんでした。その後間もなく、セミオノフ軍の方では、この村に白軍が移動してきたことをニコリスクの日本軍に知らせるために、私たちの一分隊、下士1名、兵卒11名に、2人の将校と1人の下士を添えて、斥候に出すことになりましたのです。さよう、連絡斥候ですね。実は私は、それまで弱虫と見られていて、そんな任務の時にはいつでも後回しにされていたので、今度も都合よく司令部の勤務に回されていましたから、閉めたと思って内心喜んでいたんですが、思いもかけの因縁に引かされて、自分から進んでいくようなことになりましたので、というのはこんなわけです。その出発に決まった前日の夕方に、それは何日であったか忘れてしまいましたが、私がリアトニコフや仲間の分隊の者にお別れを言いに司令部から帰ってきますと、分隊の連中はどっかへ飲みに行っているらしく、部屋の中には誰もいません。ただ隅っこの暗いところにリアトニコフがたった一人でしょんぼりと川具の手入れか何かをしていましたが、私を見ると急に立ち上がって、何やら意味ありげに目配せをしながら外へ引っ張り出しました。その態度がどうもへんてこで、顔色さえも尋常でないようです。そうして私を人のいない馬屋の横に連れ込んで、今一度そこいらに人影のないのを見すましてから、内ポケットに手を入れて、手紙の束かと思われる平べったい新聞包みを引き出しますと、中から古ぼけた革のサックを取り出して、金色の留め金をパチンと開きました。見るとその中から大小2、30粒の見事な宝石がキラキラと輝き出しているではありませんか。私は目がくらみそうになりました。私の家は貴族の癖として先祖代々からの宝石好きで、私も先天的に宝石に対する趣味を持っておりましたので、すぐにも焼き付くような気持ちになって、その宝石を一粒ずつつまみ上げて、青白い夕明かりの中にためつつがめつして改めたのですが、それは磨き方こそ旧式でしたけれども、一粒残らず間違いのないダイヤ、ルビー、サファイア、トパーズなどの寄り抜きで、ウラル産の第二流品などは一粒も混じっていないばかりでなく、名高い宝石収集家の秘蔵の一品ばかりを一粒ずつ買い集めたかと思われるほどの素晴らしいもの揃いだったのです。こんなものがまだ裏若い一兵卒のポケットに隠れていようなぞと誰が想像し得ましょう。3. 私は頭がシーンとなるほどの打撃を受けてしまいました。そして開いた口が塞がらないまま、リアトニコフの顔と宝石の群れとを見比べておりますと、リアトニコフは、いつになく青白い頬を心持ち赤くしながら、何か言い訳でもするような口調で、こんな説明をして聞かせました。これは今まで誰にも見せたことのない僕の良心の形見なんです。過激派の主義から見れば、こんなものはまるで麦の中の泥粒と同様なものかもしれませんけれども、ペトログラードではダイヤや真珠がドブ泥の中に捨ててあるということですけれども、僕にとっては命にも代えられない大切なものなのです。
僕の両親は革命の起こる3ヶ月前、去年の暮れのクリスマスの晩にこれを僕にくれたのですが、その時にこんなことを言って聞かせられたのです。このロシアには近いうちに革命が起こって私たちの運命を葬るようなことになるかもしれん。だからこの家の血統を絶やさない万一の用心のために、誰でも意外に思うであろう、お前にこの宝石を譲ってこっそりとこの家から追い出してしまうのだ。お前はもしかすると、そんな処置を取る私たちの無慈悲さを恨むかもしれないけれども、よく考えてみると、私たちの前途とお前の行く末とはどちらが幸福かわからないのだ。お前は活発な生まれつきで、気性もしっかりしているから、きっとあらゆる艱難辛苦にこらえて身分を隠しおせるだろうと思う。そして今一度、私たちの時代が帰ってくるのを待つことができるであろうと思う。しかし、もしその時代がなかなか来そうになかったならば、お前はその宝石の一部を結婚の費用にして、家の血統を絶やさぬようにして、時節を見ているがよい。そして世の中が元に帰ったならば、残っている宝石でお前の身分を証明して、この家を再興するがよい。というのです。僕はそれからすぐに貧乏な大学生の姿に変装して、モスクワへ来て、小さな家を借りて音楽の先生を始めました。僕は死ぬほど音楽が好きだったんですからね。そうして折を見てベルリンかパリへ出て、どっかの寄せか劇場の楽手になり仰せる計画だったんですが、しかし、その計画はすっかり失敗に帰してしまったのです。その頃のモスクワはとても音楽どころか、明けても暮れてもピストルと爆弾の即興交響楽で、楽譜などを相手にする人は一人もありません。おまけに僕は、間もなく勃興した赤軍の強制募集に引っかかって、無理やりに鉄砲を担がせられることになったんです。僕が音楽を思い切ってしまったのは、それからのことでした。なぜ思い切ったかっていうと、僕の習っていた楽譜はみんなクラシカルな王朝文化式のものばかりで、今の民衆の過当な趣味には全く合いません。そればかりでなく、うっかり赤軍の中でそんなものをやっていると、身分がバレる恐れがありますからね。ですから一生懸命に隙を見つけて、白軍の方へ逃げ込んできたんですが、それでもどこに赤軍の艦長がいるかわかりませんから、すっかり用心をして、口笛や鼻歌にも出しませんでしたが、その苦しさと言ったらありませんでした。上手なバラライカや呼吸の音を聞くたんびに耳を押さえてうんうん言っていたんですが、そうして一日も早く両親のところへ帰りたい。上等のグランドピアノを思い切って弾いてみたいと、そればかり考え続けていたんですが。ところが、ちょうど昨夜のことです。文隊の仲間がいつになく真面目になって、何かひそひそと話をし合っているようですから、何事かと思って耳を引っ立ててみますと、それは僕の両親や兄弟たちが過激派のために銃殺されたという噂だったんです。僕はびっくりして声を立てるところでした。けれども、ここが肝心のところだと思いましたから、わざと暗いところに引っ込んで、よくよく様子を聞いてみますと、僕の両親が何も言わずに、落ち着いて殺されたことや、僕を一番好いていた弟が、銃口の前で僕の名を呼んで、助けを求めたことまで分かっていて、どうしても本当としか思えないのです。ですから僕はもう何の望みもなくなって、あなたにお話ししようと思っても、あいにく勤務に行っていらっしゃらないし。といううちに涙をいっぱいに溜めて、サックの蓋を閉じながらうなだれてしまったのです。私は面食らったが上にも面食らわされてしまいました。腕を組んだまま突っ立って、リアトニコフの帽子のまびさしを凝視しているうちに、膝頭がブルブルと震え出すぐらい驚き惑っておりました。私はリアトニコフが貴族の出であることを前からちゃんと察しているにはいましたが、まさかにそれほどの身分であろうとは夢にも想像していないのでした。実を言うと私は、その前日の勤務中に司令部で同じような噂をちらりと聞いておりました。ニコラスハイテイが、その皇后や皇太子や内親王たちと一緒に過激派軍の手で銃殺されたロマノフ王家の血統は、とうとうこうして凄惨な終結を告げた、という報道があったことを、いち早く耳にしているにはいたんですが、その時は、よもやそんなことがあろうはずはないと確信していました。いくら過激派でも、
何も知らない、無力な温順なツァールとその家族に対して、そんな非常識なことを仕掛けるはずはありえない、と心の内で冷笑していたんです。また、白軍の司令部でも私と同意見だったと見えて、今一度真偽を確かめてから発表する、決して動揺してはならぬ、という通帳を各部隊に出すように手はずをしていたんですが、とはいえ、仮にそれが巨峰であったとしても、今のリアトニコフの身の上話とその噂とを結びつけて考えると、私は実に重大この上もない事実に直面していることがわかるんです。そんな重大な因縁を持った素晴らしい宝石の所有者である青年とこうして向かい合って立っている。ということは、真に身の毛もよだつ危険千万な運命と自分自身の運命とを結びつけようとしていることになるんです。ただし、ここにただ一つ疑わしい事実がありました。というのは他でもありません。ニコラス拝帝が内心のは幾たりも持っておられたにもかかわらず、王子としては今年やっと15歳になられた皇太子、アレクセイ殿下以外に一人も持っておられなかったことです。ですからもし今日ただいま、私の目の前に立っている青年が真に拝帝の王子で、過激派の銃口を免れたロマノフ王家の最後の一人であるとすれば、オルガ、タチアナ、マリア、アナスタシアと4人の内親の殿下の中で一番お若いアナスタシア殿下の兄君か弟君か、いずれにしてもそこいらに最も近い年頃に相当するわけなのですが、そうしてこれがもしずっと以前のロシアか、または外国の皇室ならば、すぐにそんな秘密の王子様が人知れず民間に残っておられることを主考されるのですが、しかし最近の我がロマノフ王家の宮廷内では、かような秘密の存在が絶対に許されない事情があったのです。すなわち、もしニコラス拝帝にこんな王子があったとすれば、たとえどんなに困難な事情がありましょうとも、当然王子として披露さるべきはずであることが、その当時の国情から考えても分かりきっているのでした。その国情というのは、あらかたご存知でもありましょうし、この話の筋に必要でもありませんから略しますが、要するに、その当時のスラブ民族は、上も下も一斉に、皇居のご誕生を渇望しておりましたので、甚だしきに至っては、ビクトリア女王の王女である皇后陛下の周囲に、ドイツの賂を受けている者がいる。王子がお生まれになる都度に圧殺している者がいる。というような馬鹿げた流言まで行われていたことを、私は祖父から聞いて記憶していたのです。ですから、こうした理由から押して考えてみますと、現在私の目の前に宝石のケースを持ったままうなだれて、白いハンケチを顔に当てている青年は、必ずや拝帝に最も近しい、何々大公の中のある一人の血を引いた人物に違いない。それはかような身分を証明するほどの宝石の存在によっても容易に証明されるんで、ことによるとこの青年は、その父の太閤一家が拝帝と同じ運命の道連れにされたことを推測しているか、もしくは、その太閤の家族の虐殺が、拝帝の恣意虐と誤り伝えられていることを直覚しているのかもしれない。しかも万一そうとすれば、そうした容易ならぬ身分の人から、かような秘密を打ち明けられるということは、スラブの貴族としてこの上もない光栄であり、かつ面目にもなることであるが、同時に他の一面から考えると、これはまた予測することのできない恐ろしい危険千万な運命に自分の運命が接近しかけていることになる。と、こう考えてきました私は、我知らず、ほーっと大きなため息をつきました。そうして腕を組み直しながら、今一度よく考え直してみましたが、そのうちに私はまた、とてもおかしい、吹き出したいくらい、へんてこな事実に気がついたんです。というのは、この目の前の青年、本名は何というのかまだわかりませんが、リアトニコフと名乗る青年が、この際なぜこんなものを私に見せて、これほどの重大な秘密を打ち明ける気になったかという理由がさっぱりわからないことです。もしかしたらこの青年は、私が貴族の出身であることをあらかた察していて、かつは親友として信頼しきっているあまりに、胸に余った秘密の嘆きと苦しみとを訴えて、慰めてもらいに来たのではあるまいかとも考えてみましたが、それにしてはあまりに大胆で、軽率で、それほどの運命を背負って立っている頭のいい青年の仕業とはどうしても思われません。それならばこの青年は、一種の古代妄想狂を見たような変態的性格の所有者ではないかしら。
たった今見せられたおびただしい宝石も、私の目を欺くに足るほどの巧妙を極めた偽物ではなかったかしら。謎とも考えてみましたが、いくら考え直しても、今の宝石はそんな偽物ではない。正真正銘の一品揃いに違いないという確信が、いよいよますます高まってくるばかりです。しかしまた、そうかといってこの青年に、なぜその宝石を僕に見せたんですか？なぞと質問をするのは、私に接近しかけている危険な運命の方へ一歩を踏み出すことになりそうな予感がします。で、こうしていろいろと考え回した挙句、結局するところ、いずれにしても、この場合は何気なくあしらって、どこまでも戦友同士の一兵卒になりきっていた方が、双方のために安全であろう。これから後も、そうした態度で付き合っていきながら、様子を見ているのが最も賢明な方針に違いないであろう。と、こう思い当たりますと、根が臆病者の私はすぐに腹を決めてしまいました。前後を一渡り見回してから、いかにも貴族らしく、応用にうなずきながら、二つ三つ咳払いをしました。そんなものはむやみに人に見せるもんではないよ。僕だからいいけれども、他の人間には絶対に気づかれないようにしていないと、元も子もない目に遭わされるかもしれないよ。しかし君の一心上においては、将来共に及ばずながら力になってあげるから、あまり力を落とさない方がいいだろう。そんな身分のある人々の虐殺や処刑に関する風説は、大抵2、3度ずつ伝わっているんだからね。例えばアレキサンドル・ウィッチ、ミハイル、ゲオルグ、ウラジミールなどいう名前はね。と、いい、相手の顔色を伺っておりましたが、リアトニコフの表情には何らの変調も現れませんでした。かえってそんな名前を聞くと安心したように長いため息をし、顔を上げて涙を拭きますと、何かしら嬉しそうにうなずきながら、その宝石のサックをまたも内ポケットの奥深く押し込みました。が、しかし、私は決して作り飾りを申しません。あなたに蔑まれるかもしれませんけど、こんなお話に嘘を混ぜると何もかもわからなくなりますから、正直に告白しますが。手早く申しますと私は、事情のいかんにかかわらず、その宝石が欲しくてたまらなくなったんです。私の血管の中に先祖代々から流れ伝わっている宝石愛好欲が、リアトニコフの宝石を見た瞬間から、みるみる松明のように燃え上がってくるのを、私はどうしても打ち消すことができなくなったのです。そうして、もしかすると今度の石膏旅行で、リアトニコフが戦死しはしまいか、というような頼りない予感から、ぜひとも一緒に出かけようという気持ちになってしまったのです。うっかりすると自分の命が危ないことも忘れてしまって、しかもその宝石が間もなく私を身の毛もよだつ地獄へ連れて行こうとは、そうしてリアトニコフの死後の恋を物語ろうとは、誰が思い及びましょう。4. 私どものいたウスリーからニコリスクまでは、鉄道で行けば半日くらいしかかからないのでしたが、途中の駅や村を赤軍が占領しているので、ずっと東の方に迂回していかなければなりませんでした。それは私どもの一帯にとっては、実に刻一刻と命を切り縮められるほどの苦労と労力を要する旅行でしたけれども、幸いに一度も赤軍に発見されないで、出発してから14日目の正午頃に、やっとドースゴへの寺院の先頭が見えるところまで来ました。そこは赤軍が占領しているクライフスキーから南へ約8ロリ、2里ばかり隔たったところで、果てしもない湿地の上に波立つぼうぼうたる大草原の左手には、ウスリー鉄道の幹線が一直線に白く光りながら横たわっております。その手前の1ロリばかりと思われる向こうには、こんもりとしたまん丸い活葉樹の森林が、ちょうどクライフスキーの町の離れ島のようになって、草原の真ん中に浮き出しておりました。この辺の森林という森林は、大抵鉄道用に切ってしまってあるのに、この森だけが取り残されているのは不思議といえば不思議でしたが、その森のまん丸く重なり合った枝々の茂みが、草原の向こうの青い青い空の下で、真夏の日光をキラキラと反射しているのが、何のことはない、名画でも見るように美しく見えました。ここまで来ると、もうニコリスクが花の先と言ってよかったので、私どもの一帯はすっかり気が緩んでしまいました。将校をはじめ、兵士たちも皆、
腰のところまである草の中から首をもたげて、やっと腰を伸ばしながら、下げていた銃を肩に担ぎました。そうして大きな雑草の株を飛び渡りしつつ、不規則な3回体型をとって森の方へ行くのでしたが、間もなく私たちの後ろの方から涼しい風がスースーと吹き始めまして、なんだか遠足でもしているような悠々とした気持ちになってしまいました。先頭の将校のすぐ後ろについているリアトニコフが帽子を横っちょにかぶりながら、ニコニコと私を振り返っていく赤い頬や白い歯が、今でも私の目の底にちらついております。その時です。多分一ロリ半ばかり隔たっている鉄道線路の向こう側だったろうと思いますが、不意にけたたましい機関銃の音が起こって、私たちの一帯の前後の青草の葉を虚空に吹き散らしました。そしてあっと驚く間もなく、そのうちの一発が私の左のももを突っ切っていったのです。私は一尺ばかり飛び上がったと思うと、横倒しに草の中へ倒れ込みました。けれども、それと同時に、傷はももだ、命に別状はない、と気がつきましたので、草の中に尻餅をついたまま、わらわらと震える手で剣を抜いてズボンを切り開くと、表皮と肉をえぐられた傷口へしっかりと包帯をしました。そのうちにも引き続いて発射される機関銃の弾丸は、ピピピピピと小鳥の群れのように頭の上をかすめていきますので、私は一縮みになって身を伏せながら、仲間の者がどうしているかと草の間から見回しました。こんなところで一人ぽっちになるのは死ぬより恐ろしいことなんですからね。しかし私の仲間の者は、一人も私が負傷したことに気づかないらしく、皆銃を下げて草の中をこけつまろびつしながら向こうのまん丸い森の方へ逃げていくのでした。今から考えるとよほど狼狽していたらしいのですが、そのうちにどうしたわけか機関銃の音がぱったりと止んでしまいましたけれども、私の戦友たちはなおも逃げるのをやめません。やがてその影がだんだんと小さくなって森に近づいたと思うと、先頭に2人の将校、その後から11名の下士卒が皆無事に森の中へ逃げ込みました。その最後にかなり逃げ遅れたリアトニコフが私の方を振り返り森の根方を這い登っていくのがよく見えましたが、うっかり合図をして撃たれでもしては大変と思いましたので、なおも身をかがめて足の痛みを我慢しながら一心に森の方を見守って形勢がどうなっていくかと心配しておりました。するとまたリアトニコフの姿が森の中へ消え入ってから10秒も経たないうちに、どうでしょう、その森の中で突然に息苦しいほど激烈な銃声が起こったのです。それは全くの乱射乱撃で、呆れて見ている私の頭の中をめちゃめちゃにかき乱すかのように、長弾が後から恐ろしい悲鳴を上げつつ森の外へ八方に飛び出しているようでしたが、それがまた1分間も経たないうちにぴったりと静まると、あとはまた元の通り、青々と晴れ渡った絵のようにシーンとした原っぱに帰ってしまいました。私はなんだか夢を見ているような気持ちになりました。一体何事が起こったんだろうと、なおも一心に森の方を見つめておりましたが、いつまで経っても森を出ていく人影らしいものは見えず、銃声に驚いたかして原っぱを渡る鳥の姿さえ見つかりません。私はそんな光景を見回しているうちに、なぜということなしに、その森林がたまらないほど恐ろしいものに思われてきました。今聞こえた銃声が敵のか味方のか、というような常識的な頭の働きよりも、はるかに超越した恐怖心、私の持って生まれた臆病さから来たらしい旋律が、私の全身を這い回り始めるのをどうすることもできませんでした。一面にピカピカと光る青空の下で、緑色にまん丸く輝く森林。その中で突然に起こって、また突然に消え失せたおびただしい銃声。その後の死んだような静寂。そんな光景を見つめているうちに、私は歯の根がカチカチと鳴り始めました。草の株を掴んでいる両方の手首が氷のように感じられてきました。目が痛くなるほど凝視している森の周囲の青空に、灰色のさらさ模様を見たようなものがちらちらとし始めたと思うと、私は気が遠くなって草の中に倒れてしまいました。もしかすると、それはももの出血がひどかったせいかもしれませんでしたけど。
それでもややしばらくしてから正気を回復しますと、私は銃も帽子も打ち捨てたまま、草の中を這いずり始めました。草の根方に引っかかるたんびに、目もくらむほどズキズキと好調する股の痛みを一生懸命に我慢し、森の方へ近づいていきました。なぜその時に森の方へ近づいていったのか、その時の私には全くわかりませんでした。生まれつき臆病者の私が、しかも日の暮れかかっている敵地の野原を、こらえがたい痛みにあえぎながら、どうしてそんな気味の悪い森の方へ這い寄っていく気持ちになったのか。それはその時すでに私が、目に見えぬある力で支配されていたというより他に説明の仕方がありませんでしょう。常識から言えば、そんな気味の悪い森の方へ行かずに、草の中で日の暮れるのを待って鉄道線路に出て、闇に紛れてニコリスクの方へ行くのが一番安全なわけですからね。申すまでもなく、リアトニコフの宝石のことなどは、恐ろしい出来事の連続と、激しい傷の痛みのために全く忘れておりましたし、好奇心とか戦友の生死を見届けるとかいうようなありふれた人情も、もうと残っていなかったようです。ただ、自分の行くところはあの森の中にしかないというような気持ちで、そうして、あそこへ着いたらすぐに何者かに殺されて、この恐ろしさと苦しさから救われて、あの一番高い木の梢からまっすぐに天国へ登ることができるかもしれぬ、というような、一種の甘い哀愁を帯びた超自然的な考えばかりを、たまらない苦痛の切れ目切れ目に往来させながら、果てしもなく静かな野原の臭い切れにむせ返りながら、なんとはなしに流れる涙を、泥だらけの手で押し拭い、一心に左足を引きずっていたようです。ただしその途中で2発ばかり、軽い遠い銃声らしいものが森の方向から聞こえましたから、私は思わず頭をもたげて、恐る見回しましたが、やはりあたりには何の物陰も動かず、それが本当の銃声であったかどうかすら考えているうちにわからなくなりましたので、私はまたも草の中に頭を突っ込んで、そろそろと這いずり始めたのでした。5、森の入り口の柔らかい芝草の上に私が這い上がった時には、もうすっかり日が暮れて、大空が星だらけになっておりました。泥まみれになった袖口や、びしょびしょに濡れた膝頭やお尻のあたりからは、冷気がゾクゾクと染み渡ってきて、鼻汁と涙がとめどなく出て、どうかするとくしゃみが飛び出しそうになるんです。それを我慢し、草の上に身を伏せながら、耳と目をじっと澄まして様子を伺いますと、この森は中の方までかなり大きな木が立ち並んでいるらしく、星明かりに向こうの方が空いて見えるようです。しかもいくら目を見張り、耳を澄ましても、人間の声は愚か、鳥の羽ばたき一つ、木の葉のすれ合う音すら聞こえぬ静けさなのです。人間の心というものは不思議なものですね。こうしてこの森の中には敵も味方もいない、全くの空虚であることが次第に分かってくると、何がなしにほっとすると同時に、私の平勢の気弱さが一時に復活してきました。こんな気味の悪い、お化けでも出てきそうな森の中へ、たった一人でどうして来たのかしらん、と気がつくと、思わずぞっとして首を縮めました。軍人らしくもない性格でありながら軍人になって、こんな原っぱの真ん中にはるばるとやってきて、たった一人で傷つき、倒れている自分の運命までもが、今更にしみじみと振り返られて、恐ろしくてたまらなくなりましたので、すぐにも森を出ようとしましたが、また思い返してじっと森の中の闇を凝視しました。私がリアトニコフの宝石のことを思い出したのは、実にその時でした。リアトニコフは、いや、私たちの一帯は、もしかするとこの森の中で殺されているかもしれん、と気がついたのも、それとほとんど同時でした。早くから私たちの旅行を発見していた赤軍は、一人も打ち漏らさない計略を立てて、あの森に先回りをしていた。そうして私たちをあの森に追い込むべく、不意に横合いから機関銃の射撃をしたものと考えれば、今までの不思議がすっかり解決される。しかももしそうすれば、私たちの一帯は、この森の中で待ち伏せしていた赤軍のために全滅させられているはずで、リアトニコフも無論助かっているはずはない。赤軍はその後で、私が気絶しているうちに線路へ出て引き上げたのであろう。と、そう考えているうちに、
私の目の前の闇の中へ、あのリアトニコフの宝石の幻影がずらりと美しく輝き現れました。私は今一度念のために誓います。私は決して作り飾りを申しませぬ。この時の私はもうすっかり欲望の奴隷になってしまっていたのです。あの素晴らしい宝石の数十粒がもしかすると自分のものになるかもしれんという世にも浅ましい望み一つのために苦痛と疲労とでヘトヘトになっている体を草の中から引き起こして陰気壺の底のように真っ黒い目の前の闇の中にそろそろと這い込み始めたのです。戦場泥棒、そうです。この時の私の心理状態をあの人否人でしかありえない戦場泥棒の根性と同じものに見られても私は一言の不服も申し立て得ないでしょう。それから少し森の奥の方へ進み入りますと、芝草がなくなって、枯葉と枯れ枝ばかりの平地になりました。それにつれて体中の毛穴から染み入るような冷たさ、気味悪さが一層深まってくるようで、その枯葉や枯れ枝が、私の手のひらや膝の下で砕けるごく小さな物音まで、一つ一つに私の神経をヒヤヒヤさせるのでした。そのうちにだんだんと奥へ入るにつれて、恐怖に慣れたせいか、いろんなことがはっきりと分かってきました。この森には昔、砦かお寺か何かがあったらしく、ところどころに四角い大きな切り石が横たわっていること。時々人が来るらしく、落ち葉を踏み固めたところが連続していること。そうして今は全く人間がいないので、今まで来る間に死骸らしいものには一つも行き当たらず、小銃のケースや帽子などいう戦闘の遺留品にも触れなかったことから推測すると、味方の者は無事にこの森を出たかもしれない。ということなぞ。そのうちに積もり積もった枯葉の山が、張っている私の手のひらに生温かく感じられるようになりましたとき、私はちょうど森の真ん中あたりにある少しばかりの窪地に来たことを知りました。そこからあたりを見回しますと、森の下枝越しに紙片の原っぱが薄明るく見えるのです。私は安心したような、同時にすっかり失望したような、なんとも知れぬ深いため息をして、その窪地の真ん中に座り込みました。思い切って大きなくしゃみを一つしながら、頭の上を振り仰ぐと、高い高い木の梢の間から、かすかな星の光が二つ三つ落ちてきます。それを見上げているうちに、私はだんだんと大胆になってきたらしく、やがていつもポケットに入れているガソリンマッチのことを思い出しました。私はその窪地の真ん中で、幾度も幾度も身を伏せて、あたりのどっからも見えないことを確かめますと、すぐに右のポケットからガソリンマッチを取り出して、手元を低くしながら、自動点火仕掛けの蓋をパッと開きました。その光を頼りにそろそろと頭をもたげて、まず鼻の先に立っている木の幹かと思われていた白いものをじっと見定めましたが、間もなく声も立て得ずにガソリンマッチを取り落としてしまいました。けれどもガソリンマッチは地に落ちたまま消えませんでした。そこいらの枯葉と一緒にポツポツと燃えているうちに、ケースの中からガソリンが漏れ出したと見えて、みるみる大きく、ゆらゆらと油煙を上げて燃え立ち始めました。けれども私はそれを消すこともどうすることもできずに、尻餅をついたままガタガタと震えているばかりでした。私のいる窪地を取り巻いた巨大な木の幹に、一つずつ丸裸の人間の死骸がくくりつけてあるのです。しかもよく見ると、それは皆、最前まで生きていた私の戦友ばかりで、めいめいのシャツか何かを引き裂いて作ったらしい綱で、手足を別々にくくって、木の幹の向こうへ、後ろ手に高く引っ張りつけてあるのですが、そのどれもこれもが、銃弾で傷ついている上に、そうした姿勢で縛られたまま、あらゆる残虐な苦痛と屈辱とを与えられたものらしく、目をえぐり取られたり、歯を砕かれたり、耳をぶらりと引きちぎられたり、桃の間をめちゃめちゃに切り苛まれたりしています。そんな傷口の一つ一つから、毛糸の束のような太い、または細長い血の紐を引き散らして、木の幹から根元までドロドロと流しかけたまま、ぐったりとうなだれているんです。口を引き裂かれて馬鹿見たような表情に変わっているもの、鼻を切り開かれて笑っているようなもの、
それらがメラメラと燃え上がる枯葉の光の中で、同時にゆらゆらと上下に揺らめいて、今にも私の上に落ちかかってきそうな姿勢に見えます。そんな光景を見回している間が何分間だったか、何十分だったか、私は全く記憶しません。そうして胸をえぐられた菓子缶の死骸を見つめているときには、自分の胸のところをボタンがちぎれるほど強くひっつかんでいたようです。喉を切り開かれている将校を見たときには、血の出るのも気づかずに、自分の喉仏の上をかきむしっていたようです。下顎を引き離されて笑っているような血みどろの顔を見上げたときには、思わずはっはっと、あえぐように笑いかけたように思います。現在の私が、もし人々の言う通りに精神病患者であるとすれば、その時から異常を呈したものに違いありません。するとそのうちに、こうしてもがいている私のすぐ背後で、誰だかわかりませんが、かすかにため息をしたような気配が感じられました。それが果たして生きた人間のため息だったかどうかわかりませんが、私は何がなしにハッとして飛び上がるように後ろを振り向きますと、そこのひときわ大きな木の幹に、リアトニコフの死体が引っかかって、赤茶けた枯葉の炎にゆらゆらと照らされているんです。それは他の死体と違って、全身のどこにも銃弾の跡がなく、また、虐殺された痕跡も見当たりませんでした。ただその首のところをルパシカの白い紐で縛って、高いところに打ち込んだ銃剣に引っ掛けてあるだけでしたが、そのままにリアトニコフは、左右の手足を正しくぶら下げて、両目を大きく見開きながら、まともに私の顔を見下ろしているんです。その姿を見たときに私は、なんだかわからない奇妙な叫び声を上げたように思います。いやいや、それは、その目つきが恐ろしかったからではありません。リアトニコフは女性だったんです。しかもその乳房は、処女の乳房だったんです。ああ、これが叫ばずにおられましょうか。混迷せずにおられましょうか。ロマノフ、ホルスタイン、ゴットルブ家の本当の末路。彼女、私は仮にそう呼ばせていただきます。彼女は少し遅れて森に入ったために、生け捕りにされたものと見えます。そうしてその肉体は明らかに強制的の結婚によって蹂躙されていることが、その唇をくまどっている猿ぐつわの後でも察しられるのでした。のみならず、その両親の慈愛の賜物である結婚費用、30いくつ分の宝石は、赤軍がよく持っている口径の大きい猟銃を使ったらしく、空砲に込めて、その下腹部に打ち込んであるのでした。私が草原を張っているうちに耳にした2発の銃声は、その音だったんでしょう。そこのところの皮と肉が破れ開いて、中から手のひらほどの青白い臓腑がだらりと垂れ下がっているその表面に、血にまみれたダイヤ、ルビー、サファイア、トパーズの数々が、キラキラと光りながら粘りついておりました。6お話というのはこれだけです。死後の恋とはこのことを言うんです。彼女は私を恋していたに違いありません。そうして私と結婚したい考えで大切な宝石を見せたものに違いないんです。それを私が気づかなかったのです。宝石を見た一刹那から激しい貪欲にとらわれていたために、ああ、愚かな私。けれども、彼女の私に対する愛情は変わりませんでした。そうして自分の死ぬる間際に残した一念をもって、私をあの森まで招き寄せたのです。この宝石を私に与えるために、この宝石を霊媒として、私の魂と結びつきたいために。ご覧なさい、この宝石を。この黒いものは彼女の血と弾薬のすすなのです。けれども、この中から光っているダイヤ特有の虹の色をご覧なさい。サファイアでも、ルビーでも、トパーズでも、本物の、しかも上等品でなくては、この高度と光はないはずです。これはみんな私が、彼女の臓腑の中から探り取ったものです。彼女の恋に対する私の確信が
私を勇気づけて、そのような戦慄すべき仕事をあえてさしたのです。ところが、この町の人々はみんなこれを偽物だと言うんです。血は大方、豚か犬の血だろうと言って笑うんです。私の話をまるっきり信じてくれないんです。そうして、彼女の死後の恋を冷笑するんです。けれどもあなたは、そんなことはおっしゃらんでしょう。ああ、本当にしてくださる。信じてくださる。ありがとう。ありがとう。さあ、お手を。握手をさせてください。宇宙間における最高の神秘。死後の恋の存在は、やっぱり真実でした。私の信念は、あなたによって初めて裏書きされました。これでこそ、小じみたようになって、人々の霊笑を浴びつつ、このウラジオの街をさまよい歩いた甲斐がありました。私の恋はもう、すっかり満足してしまいました。ああ、こんな愉快なことはありません。すみませんが、もう一杯乾杯させてください。そうしてこの宝石をみんなあなたに捧げさせてください。私の恋を満足させてくださったお礼です。私は恋だけでたくさんです。その宝石の霊媒作用は、今日ただいま、完全にその使命を果たしたんです。さあ、どうぞ、お受け取りください。なぜですか？なぜお受け取りにならないんですか？この宝石を捧げる私の気持ちがあなたにはお分かりにならないんですか？この宝石をあなたに捧げて、喜んで、満足して、酒を飲んで飲み抜いて死にたがっている私をかわいそうとはお思いにならないんですか？私の話が本当らしくないって。あなたもですか？どうしよう。待ってください。逃げないで。まだお話しすることが。待ってください。アナスタシア内親王殿下。